皆さんこんにちは、絵描きのあきです。今日はずっとお話ししたいと思っていた絵の作り方についてお話ししたいと思います。インスタグラムでアイデア出しとかどうやって絵を作っているのかっていうご質問を実は前から結構いただいてて、で、いつも無意識に頭の中でこうやっていることなんですけど、それを今回言葉にしてみようかなと思います。改めて考えてみると、絵の作り方って料理とすごく似ているなと気がつきました。例えば絵のモチーフ、例えば空とか建物とか人物とか、いろいろあると思うんですけど、これは料理でいう素材、野菜とかお肉とか、材料ですね。で、色合いは調味料、例えば可愛い雰囲気だから、料理でいう甘い味みたいな感じで、お砂糖とか使うと思うんですけど、そういう雰囲気になるように、じゃあ色合いはピンクとか暖色系とか、そんな風に色を組み合わせているなっていうことに気づきました。で、最終的な味わいは絵を見た時に感じる気持ちだって思ったんですよね。例えば癒されるとか可愛らしいとか、そういういろんな感情があると思うんですけど、そういった印象とか感情っていうのが、料理でいう味わいなんだなっていうふうに思います。私は今画家として活動してるんですけど、もともとはデジタルで絵を描くイラストレーターでした。で、イラストではお客様のご要望に合わせて描くことが多くて、で、画家はどちらかというとちょっとアーティスト的な面もあると思うので、半分は私自身の感性で描かせていただく部分もあります。なので今はそのイラストレーターとしての面と画家としての面が半々あるように感じてます。例えば料理屋さんでこのメニューをくださいって頼むと、その味や盛り付けを想像しながら注文しますよね。で、絵のオーダーも同じで、最初に絵の味をイメージして頼んでくださってるんだと思います。ちなみにこの動画スーパームーンの動画なんですけど、先日、ちょっと前だけど皆さん見たかなちょうど満月の絵を描いてたので、わーと思って撮影しました。ちょっと余談ですけど。で、絵の素材モチーフについてお話ししたと思うんですけど、各対象になるものだと思うんですよね。例えば、空だったり動物、人物、建物、もう少し掘り下げると、人物の中でも女性なのかとか、あるいは、天使とか妖精とか、建物でも都会なのか田舎の建物なのかとか、いろいろあると思います。ここは絵描きとしてのジャンル分けで少し決まってくるものなのかもしれません。自分が得意な素材を私は磨いていきたいなと思ってます。私も人物画から風景画にジャンルをシフトしてから、空やお花など自然のものを描くことがすごく増えました。で、それに動物も依頼されることが多くなって、思わず動物っていう素材も入ってきました。で、少しずつ動物を描くのが前より楽しくなったり、自分でもちょっと上達してきたかなと思うこともあります。そんな風に自分のジャンルの素材とか得意な素材のストックを持っていくのはいいんじゃないかなと思います。で、
で、冒頭で色合いは調味料に似てるっていうお話をしました。料理においても調味料は味を決めるすごく大事なものですよね。で、絵においても色合いによってガラッと雰囲気が変わるので、すごく調味料に似てると思います。私は色やその色と色の組み合わせによってこんなイメージになるなっていうのを頭の中の引き出しで分けている感じです。例えば暖色系と寒色系っていうざっくり分けたものでも色の印象とか感じ方は全然違うと思います。例えば、暖色系だと可愛らしかったり温かみのある感じだし、寒色系だとちょっと大人っぽかったり幻想的な感じになったりとか、街中のお店のデザインとか商品のパッケージを見るだけでもその色を使う理由があるって思いながら見ると少し見方が変わってきます。ベージュや緑を使ってるからナチュラルな印象にしたいのかなとか、モノトーンを使ってるからモダンや洗練された印象にされたいのかなとか、なので自分がときめいた色合いやハッとした色合いをストックして、なんでそれにときめいたのかなとか、その色をどんな風に感じたのかなっていうのをメモしたり頭の中で記憶していくのもいいのかもしれません。とそれが絵の調味料になると私は思っています。例えば素材が、料理でいうと大根一つとっても料理の仕方によって全然違う味になると思うんですよね。大根をすりおろしたらピリッと辛くなって焼き魚のアクセントとかになるし、なんかじっくり何かと煮込んだらなんか出汁をね吸い込んでいい脇役になるし、そんな風に絵でもどういう風にしたらこの素材はこういう味わいになるかなっていうのを考えています。空一つとっても昼間の空だったら明るく爽やかなイメージになるし、夕焼けの空だったら穏やかで癒しのイメージになると思うんですよね。なので、そんな風にどんなイメージ、味わいになりたいかを考えてどんな風に料理をするのか、このモチーフはどういう風に描いたらイメージ通りの雰囲気になるかっていうのを考えています。で、面白いのが私が今半分イラストレーターなので体験できることなんですけど、たまに自分が想像していなかった料理の仕方をお客様から教えてもらえることです。例えば可愛らしい感じっていうオーダーのもと可愛いリボンを描いたラフ画を提出するとします。その後にお客様から紺色のリボンに描いてほしいっていう修正依頼が来るとして、で紺色は少し大人っぽいイメージで可愛らしい調味料とは少し違います。でも可愛らしいリボンが紺色になると大人可愛いになるんです。これはすごく簡単な例なんですけど、そんなイメージです。違う印象のものを組み合わせると思わぬ良いものが生まれる。これも絵の面白さだと思いますね。ハンバーグにパイナップルを付け合わせたりね、絵だけじゃなくいろんなことに当てはまるかもしれません。相反するものを組み合わせる、自分のイメージに固執しないっていうのももしかしたら作品作りにおいては大切なことなのかもしれません。長くなってしまったんですけど、こんな感じで自分の得意な素材をお客様からのオーダーのもと自分の頭の中にある調味料の引き出しから取ってきて、で自分の頭の中のレシピをもとに料理をする。私にとって絵を作るっていうのはそんな感じです。
これからもいろんなものを見て感じて、料理の練習をして少しずついい料理に、絵描きになっていきたいなと思っています。今回絵描きさんの人もそうでない人もいらっしゃると思うんですけど、少しでも楽しんでいただけたら嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。最後まで見てくださってありがとうございます。